いつの間にか向こうも20年過ぎちゃったから、本当は青山で僕終わろうって思っていたので、息子にももう一回どうするって聞いたんですよ。だからやるって言うから、それだったらもう一回やるよって言って、じゃあ一緒やろうかって僕は話を皆さんに持っていったので、また青山とは別な今度は神宮前のスタートなので、すごく大事に、一歩一歩自分の家のようにやっていくつもりですね。ね、前あるのピアット何するんだっけ？隠れてきました。もう一つは？もう一つはまだ。じゃあゴールド。鉄村出してなかった。鉄村そっちでキャベ。今回すごい考えたから使いやすい。すっげえ使いやすい。設計事務所はこっちの表だけで、一切僕の厨房には口出さないでくださいってことになってて、設計は一切設計事務所は入ってないです。その代わり東京ガスの設計が入ってます。僕は先生というような方たちが設計してくれました。僕の言いたいことだけを聞いてもらって。でもずっと欲しかったから、俺ハルトンはどうしても手に入れられないから、料理学校とか設備ですごいのがあるなって分かってるので知ってはいるんですよ。どこ大倉が入れたみたいとか、そういう情報はやっぱりちょこちょこ僕見るので、そういうのは一回は小さくして入れられるのかなってどっか僕打診したことあったんですけど、途中から入れられるものじゃないじゃないですか、ハルトンってでずっと思ってた矢先にセンチネルの話が来て、で社長が見えて、おーって思って、やっとって思って、社長ちょっとセンチネルはまあいいとして、こっちの話を聞いてくんないですか。それからです、ハルトンさん。東京ガスの先生っていうような方たちが設計してくれます。で、その後に
藤巻さんに渡した。じゃあ藤巻さんに話を持ってきましょうかってことになって藤巻さんです。最初からフジマックでやることは決まっていたんです、僕の中で。ビッグサイトとか行くとやっぱいっぱいやってるんです。講習で行ったりする。僕の鹿児島の先輩というか上垣本さんだとかもフジマックの仕事をしてられて、その時にちょっと僕をご挨拶に行ったりしてたので、それでなんかフジマックさんいいな。重たいって思ってたものが軽かったり洗いやすかったり、すごく使いやすいなとは感じてます。いくらかかるのかなとか、どうなるのかなとか、とりあえず全部伝えてみようと思って全部伝えたんです。で、あとの細かい部分は調節しながらやっていこうという話にはしていました。自分が嫌だったこととかは言えたので、ここ嫌だとかはっきり言ったので、全部あったお仕事をしていただいたので、満足度は 100% ですかね。本当に自分でやったのみたいな感じだと思いますよ。けど自分でやったんですよね。だけどやっぱり自分でやったといっても、そのやる中で僕があったり、うちの奥さんがいて、ここの東郷の方がいらっしゃって、宮司さんがいて、そして藤巻さんたちがいて、デザイナーさんがいて、ハルトンさんがいて、みんな人たちがその人たちと一緒にやれたからできただけで、そこがどっか一個欠ければできてない。じっくり今回は時間をかけてやったので、気づいたところを直して、気づいたところをまた直して、本当にいい中古ができたかなとは感じてます。はい、あれはすごい。あれはすごい。うちの息子すごいって言ってます。鍋いらないもん。寸胴とか。本当にすごいみたいですよ。減ります。全然。減るというかね、全然使わなくなった。綺麗というか、スマートに仕事ができる。一人でも二人で今まで3人やってたものが、本当にスマートにできて、すごく作りやすいって言ってる。僕も見てて、すごい使いやすそうだなって思って、これもちょっと教えてもらいながら。僕もほら、アナログだから、若い人たちに僕らだと取説とかなっちゃう。もうこっちで炒めてここだけ入れちゃえとか、そんな感じじゃないですもんね。やっぱ若い人たちはみんなすごいです。僕らはついていけないですけど、だからいいとこだけは僕ら教えてもらったりね。僕はもう教えるっていうか、僕らは一緒にやってるっていう感じですかね。誰が上とか下とかもういいかなって感じ。望んで答えてくれる人たちがいれば、どこのメーカーでもいいと思うんですよ。正直な話。
すごく高級な商品ばっかり揃えてやるのとはまた別に、予算内でどうしても終わらしたいっていう人があれば、そこの人たちと親身になってやってくれる人が一番いいメーカーさんじゃないですかね、僕らにとっては。おうちな感じですね。だっておうちな感じですもんね、なんか。まあ、レストランってこうスタイリッシュな感じでもなく、だから向こうの青山のと全然買えないでよ、買えないわよって言ってたから、だからやっぱ変わってないですもんね。お店を大きくしようって思ってもないし、前の青山でやってた通りにまた今度もやっていこうかな。無理をなく去年と変わらないような感じでやっていけたらいいのかなとは思ってますけれども、あんまし変わってないねって言われるのが僕にとっては喜びなんですよ。いつも一緒じゃんって言われるのと、変わんなくていいよねっていうのとは話が別なので、僕はもう僕のスタイルなので、このまま皆さんと一緒に進む。